はい、ミッチー社長、いつにも増してすごい饒舌です、今日はね、そう得意分野だったんで、はい、得意分野語らせていただきましたね。ようこそミッチーバッグブランドマニアラボへ。このチャンネルではバッグブランド社長でありハイブランドバッグについて15年以上研究している私ミッチーが、私が研究した知見をお伝えし、皆様に一生もののブランドバッグ選びをお手伝いするチャンネルです。こんにちは、ミッチー社長。こんにちは。ミッチー社長、はい、30代になると、はい、20代の時とはまたちょっと違う、さらにもうちょっと大人を感じるというか、洗練されたバッグを持ちたいと、考えてらっしゃる方がいらっしゃるかなと思うんですけど、はい、例えばですけど、こんなバッグを持てば、はい、一目置かれる、そういうバッグとかってミッチー社長提案して、そんなの一番僕が得意な領域じゃないですか。すごい楽しみ、嬉しい。ぜひ教えてください。バッチリですよ。はい、よろしくお願いします。20代の頃って初めの方なんてそんなお金ないからバッグに対してお金そんな使えないじゃないですか。はい、でもところが20代後半になってくるとみんな結構ハイブランドバッグとかちょいちょい周りでも持ち出してきちゃったりして、ちょっと気遅れを微妙にしだすのが20代後半ぐらいから、そういう中で30代に差し掛かると、そういったバッグってやっぱ持っとくと良くないですか？いや、いいと思います。TPO に合わせた服装ができるっていうのがやっぱり大人って感じですよね。まあご結婚もね、で30代ね中盤になってくるともう半分ぐらいの方が大体ねしてきて、でやっぱり子育てとかが始まってというような世代がまさに30代。だからそんな時にやっぱりいいハイブランドバッグを持って自分を一番輝かせることができるっていうのが僕30代なのかなってやはり結論思うんですよ。まあ、もちろん40代50代60代になっていって30代の、ね、美しさ維持できるかっていうようなところにだんだんフォーカスがいってくると思うんですけど、やっぱそんな時にぜひハイブランドバッグをですね一つでも買っていただくと、それが40代50代60代となっても使えるとなると、今の自分にも投資できて将来も、リターンができて、さらに自分の子供が生まれた時もしそれがねシェアできたりしたらさらに嬉しいじゃないですか。そうですね、だからそういうふうにライフタイムバリューで考えるとちょっと高いかもしれないんですけれども、まあ、人生をトータルで見ると非常にいい投資になってくるのかなというふうに思うんですよ。ということでそんな、投資に合うようなですね、ハイブランドバッグを今日はスタイル別にちょっとご紹介をさせていただければなというふうに思いますので、はい、でちょっとね、ポイントが一つだけあります。はい、これぶっちゃけのポイントなんですけど、はい、いいですか？何ですか？ぶっこんじゃいますよ今日は。はい、お願いします。やっぱり既婚の方と未婚の方で若干ねバッグを変えていただきたいんですよ。あ、そうなんですね。僕は、まあちょっと男性の目線で言うとですね、やはりちょっとなんてこれ言っちゃっていいのかな、本当にハイブランドバッグで高いの持ってると男性からするとこの子お金かかるんじゃないかって思うんですよ。まあ確かにプレゼントこれぐらいのレベルのものをあげなきゃいけない。そうプレッシャーです。あれやばいシャネル持ってるぞみたいな、エルメスなんでそんな高い、いいとこのお嬢様ですかみたいな、はい、そう思っちゃうと僕収入そんなないしみたいな。いや、もしかしたらすごい頑張ってお金貯めて買った一丁羅のバッグかもしれないけど、そうなんですよ。男性はプレッシャーになっちゃうんですね。そうプレッシャーなんですよ。はい。っていうことがあるので、やはりちょっとねロゴを控えめだったりとか、ちょっとさりげなく分かんないぐらいの感じの、ブランドバッグを持つ方が僕はおすすめをしたいなというふうに思うんですよ。はい。で別にご結婚されてる方はどんどんいいブランドバッグを持っていただければというふうに思いますね。はい。思いますね。そこがねちょっとねなんていうのかな、未婚の方と既婚の方で提案するバッグがちょっと違うのかなというふうに僕は思うんですよ。はい、まあ、つまりコンパには持ってくなということです。コンパにハイブランドは持っていかない方がいいっていうのがミッチー社長のアドバイス。はい、僕の、はい、感想です。はい、じゃあ今の話を総合すると、気合を入れてるってわからないさりげない服装でシンプルなバッグ。そうです。ロゴが控えめのが僕はいいと思います。はい、それだったらぜひ持ってってください。ミッチー社長、いつにも増してすごい饒舌です。今日はね、そう得意分野だったんで、はい。ということで30代女性を美しく見せる素晴らしいカバンの紹介をさせていただきたいと思います。お願いします。まず1個目いきます。これはねエレガントで、僕ちっちゃいから合コン持ってっても大丈夫です。はい、これはセリーヌのベルトバッグというやつなんですけど、このバッグだったらロゴも小さいので、はい、とてもいいと思います。でかといって別に既婚になってからでも全然持てますし、とてもエレガントな佇まいの、はい
おカバンになっておりまして、30万円から40万円ぐらいの、お値段になっております。はい、でしかもですね、レザーのこれ耐久性はとても高い素材なので、末永くお使いできるかなというふうに思いますので、まずこちらをお勧めさせていただきたいと思います。それから2つ目ですね、バレクストラさんですね。これのイジデというバッグです。はい、お色の展開がすごく多いんですね。お色の展開もすごく多いので、ね、自分ラッキーカラーで選んでいただいてもいいし、はい、耐久性がとても高いのでですね、これ本当に一生ものバッグにふさわしい、バッグになっておりまして、お値段ですね40万円台から、5、60万円ぐらいまでというところですので、はい、頑張ればなんとか長く使えますしね。はい、こちらは本当なんかお子さんとかちょっと幼稚園とか小そうなん学校とですよ。か、ちょうど今言おうとってことはもうまさに行事になった時もこれ使えるんですよ。30代はこちらバッグを持つべしというべきおカバンがバレクストラのイジデさんですね。はい、3個がねレディディオール、はい、もう高いです。これも、はい、一緒ものですでも、はい、もしくはディオールのブックトート、どっちでもいいです。はい、ディオールのブックトートの方がエレガントだけどちょっとカジュアルにも使えます。レディディオールはまさにエレガントの極みとなっているバッグですね。ただこれは合コンはちょっとやめた方がいいかもしれないですね。合コンが基準なんです30代合コン基準じゃないですか。なんかいろんなことにまだ自由にお金が使えるから。そうですね、はい、子供とか、家庭にお金を使わない分、自分にまだ投資ができる年代が30代だと思いますので、はい、そういう意味だと早めに買っといた方がいいと思います。はいはい、レディディオールか、ディオールのブックトートがおすすめでございますね。はい、こちらね、詳しくはですね、ディオール完全版もそういえば、撮ってますので、ぜひそちらの動画もですね、ご覧いただければなというふうに思います。はい、とは言っても、そういったちょっとエレガントなシーンだけにハイブランドを買うっていうのはやはりまだ抵抗があるって方も結構多いと思うんですよ。いろんなシーンで幅広く使える方がやっぱりお金を払う以上は使いたいという方多いと思います。僕もどっちかというとそういうタイプです。はい、私もです。そうですよね。こういう方多いですよやっぱり。はい、30代におすすめのカジュアルにも、合わせられやすい、ハイブランドバッグについて今日3つ紹介させていただきますが、まず1個目がですね、シャネルさんの、マトラッセのシリーズですね。マトラッセっていう、キルティングの、こちらのこういったタイプですね。はいはい、これはマトラッセのタイプの、通称マトラッセなんですよね。はい、でもシャネルのバッグって全部これになってるんですよね。このキルティングが入っているタイプで、これはですねチェーンウォレットといって、それよりも一回り小さいタイプのバッグになっておりますが、こういったタイプのものっていうのはですね、このフラップ型の、形で、シャネルのこの CC マークがついていて、チェーンショルダーになっているタイプのものなんですけども、こちらはですね一番シャネルの中でも定番の形になっておりまして、シーズンごとに変わるデザインのバッグも出しているんですけれども、それではなくてこちらの王道のデザインをやはり30代の方おすすめさせていただきたいと思います。なぜかというとですね、長年経ってもこのデザインって変わらないんですよ。シャネルさんで40代50代60代、さらにお子様ができてですね、お子様に譲ったりもできますので、ぜひこちらはおすすめかなというふうに思います。お値段はですね、これだと40万円ぐらいなんですけどぐらいから、90万円ぐらいまでのものがほとんどになっていますので、ちょっとお値段も張りますけれどもですね、ぜひご検討いただければなというふうに思います。例えばこれだとね、子供が小さいとこんなちっちゃいんじゃとても荷物が収まらないという方、貴重品だけを置いていただいて、サブバッグやリュックなんかをね、持っていただいて、こっちはちゃんとハイブランドを使うというふうになってくるとね、子供が生まれてから、それからですね、大きくなってからもね、全然このデザインだったら使えますので、はい、こちら本当におすすめでございます。はい、2つ目がですね、これはちょっとね、とは言ってもミッチ高くて買えないよという方も当然いらっしゃると思います。そんな中でですね、次ご紹介するばっかり比較的お値段的にはお安いものですね。セリーヌのスモールカバタイスというモデルですね。こちら前面にセリーヌの C のマークが入っていて、生地がですねキャンバスのもので、そこにプリントをしているものですね。こちらのシリーズはですね、お値段的には24万7500円ぐらいからということでですね、非常にセリーヌの中でもお手頃に買えるラインナップになっております。サイズが 25.5×18.5×12 ということで、普段ね、長財布とかも一通り入ったりとかしますのでですね、収納力もあって、いいバッグになっておりますね。はい、次がですね、バレンシアガのアワーグラス、アワーグラスというモデルでございます。これはですね、フラップ型のシンプルな、ハンドバッグになっていて、これに斜め掛けできるストラップがついているモデルなんですけどもですね、柄はですね、クロコダイルの片押しの模様だったりとか、
マットなレザーだったりとか、結構いろんな種類のバリエーションが出てて、バレンシアガのこのアイコンのバッグの一つになってるんですね。で、B の金具がついてて、でちょっとね特徴的なそこが湾曲してるっていうのがすごく、スタイリッシュな、バッグになっております。はい。お値段的にはね20万円から30万円ぐらいと、比較的お手頃で買えて、でハイブランド感も出て、でしかもどこのブランドかちょっと分かりにくいと、すごくいいバッグなのでこちらもお勧めしたいと思いますね。はい。3つ目がですね、スタイリッシュに見せたい30代女性におすすめのハイブランドバッグということでですね、こう見られる仕事をされている方とかも結構多いと思うんですけども、まあそういった方にちょっとおすすめのバッグをご紹介させていただきたいと思います。まず1個はですね、プラダのガレリアというモデルですね。はい。ちょっとしっかりとした形のハンドバッグになっておりまして、よく使われているのはこのサフィアーノのレザーをよく使われているものですね。これね結構やっぱり長く使えるんですよね、非常に。でお値段的にはね60万円ぐらいから、が、ほとんどになっておりますが、ちなみに合コンはこれはちょっとやめた方がいい。また合コンあったんで本当に僕。何がですか？このプラダのガレリアのブルーを持っている女子がいて、はい、まあ素敵。はい、すっげえなと思って、いや、はい、でもこの子はちょっとブランド品こんな若いのに持ってたらちょっと気遅れしちゃったんですね。怖いなと思って、はい、お会いするのやめました。あ、そうだったんですね。はい、勝手におじけついちゃったんですね。そうハイブランドバッグでそういう魔力がありますね。怖いね。はい。フェンディのピーカブ、30代で買われてもですね、50代60代と年齢を重ねていってもですね全然使えるバッグですし、40代50代のおすすめ動画でもこれ多分ご紹介させていただいてたりとか、本当に世代を問わずに使えるバッグになっておりますので、こちらぜひ30代のうちに買っていただいてですね、ロゴも小さいのでご結婚前後でも全然使えるバッグになっておりますので、こちらをお勧めしたいと思います。フェラガモのハグバッグというものと、あとステューディオバッグという、2種類、こちらもですねロゴがさりげなく入っていて、でサイズ転換もこれ結構豊富で、小さいサイズから大きいサイズまであって、でカラーも結構いっぱいあるんですよね。でお値段も30万円から40万円ぐらいということで、お値段的にも結構これ、手が届きやすいお値段になっておりますので、フェラガモさん特にここ最近ハイブランドとしての価値が上がりつつあるブランドですので、まあそういった部分でもいいのかなというふうに思います。次がですねちょっと上級者向けのバッグのご紹介をさせていただきたいと思います。まず1個目がですねザ・ローというブランドさんのマルゴという一番こうアイコンとなっているバッグ、結構今入手が困難になりつつあるというぐらい。そうなんですね。はい、ブランドのロゴは全然、印字されてないというようなブランドなんですけれども、ちょっと形は若干特徴的で、もう形見ると分かるというような知る人ぞ知るブランドになっているんですけども、こちらおすすめさせていただきたいと思いますね。はい、エルメス、ボリードというモデルなんですけども、結構デザインはすごいシンプルなんですけれども、カラーバリエーションとかもいろいろあって、なんかエルメスって一瞬わからないけどさりげなくエルメス持ってますみたいな感じで言うと、これなんか結構いいのかなっていうふうなので、ちょっとこちらもおすすめしたいと。もちろん一生もののバッグになりますので、はい。で3つ目がですねシャネルのボーイシャネルというモデルですね。シャネルって結構どっちかというと甘いテイストのものが結構多いんですけれども、少しクールなテイストでなんかおしゃれな方が持ってるなっていうようなイメージはちょっと私ながらと多いので、このバッグをご紹介させていただきますけれども、はい、お値段も100万円前後のものが多いです。はい。シャネルについてはですね、私、他の動画でですね、完全解説動画も行っておりますので、ぜひそちらもご参考にしていただければなというふうに思います。30代の、女性がですね、より美しく見せるためのハイブランドバッグについてご紹介をさせていただきました。皆様のご参考になるようなですね、ハイブランドの選び方をですね、このチャンネルでお伝えしてますので、チャンネル登録といいねでぜひよろしくお願いいたします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。今日も動画を見ていただきましてありがとうございました。さよなら。